こんにちは、ふうです。私は今フェリーに乗っています。最近無職になった私はコロッケ屋さんでバイトをしながら貯金が尽きるまで旅を楽しんでいます。年内に日本中を回ることが目標で、まずは手始めに北海道に行ってきましたよ。今回の計画はこんな感じで道東を回ってきます。総移動距離は全部で2500キロほどで、フーチャンネル史上一番の長旅ですよ。ということで今フェリーなんですけど、船酔いで吐きそうなので苫小牧までスキップしますね。苫小牧に着きました。フェリーから車を出す瞬間はワクワクします。16時間の船旅はさすがに疲れました。今回の目的地は美瑛町にある青池です。節約のために下道で行くので約200キロで4時間ほどかかります。早速北海道の広さに頭がバグりそうです。それにしても北海道の自然は広大ですね。道が広くて信号も少ないので何時間でも運転できそうな気がします。しばらくジムニーを走らせると北海道限定のコンビニセイコーマートがありましたよ。せっかくなのでおにぎりを食べてみました。具たっぷりで美味しかったですよ。このまま目的地の美瑛町まで一気に向かいますね。美瑛町の気温は10度ほどで思ったより暖かかったです。これなら快適に車中泊できそうです。フェリーの疲れと運転の疲れでくたばりそうなのでさっさと準備して寝ますね。よっこいしょ。乾杯。疲れている時のハイボールほど美味しいものはありませんね。スーパーで買ったお寿司もめっちゃ美味しかったです。朝から食べる生姜焼きはめっちゃ美味しかったですよ。青い池がすぐ近くにあるので早速準備して行ってきますね。今回の旅に備えて後ろの収納を増やしました。50リットル入るのでゴミを適当に突っ込めて便利ですよ。このまますぐ近くにある青い池に向かいます。青い池は太陽光に照らされると青く見えるとても美しい池なんですよ。青い池は一部凍結していました。5月ぐらいからもっと綺麗に見えるそうなのでまた夏にリベンジしますね。これから斜里町にある天に続く道に向かいます。約300キロ、6時間のドライブになるので気合い入れていきますね。お風呂入ってなくて気持ち悪いので途中で温泉に寄っていこうと思います。層雲峡温泉という温泉街があったので寄ってみることにしました。昔は繁盛していた温泉街みたいなんですけど、今はほとんどシャッターが閉まっていて閑散としていました。2日分の汚い汗を洗い流してきますね。温泉入ってさっぱりしたので天に続く道に向かいますね。
東の方に来ると信号はほとんどなく、道がひたすらまっすぐ伸びていました。これぞ北海道って感じですね。天に続く道の展望台に着きました。早速景色を楽しみます。展望台から見渡す景色は北海道の良さが詰まっているような景色でした。道が地平線の向こうまで続いていて、本州では見れない景色が楽しめました。この直線は 28km も続くそうですよ。見渡す限りの自然は本当に綺麗でした。これは一見の価値ありですよ。この日は運転で死ぬほど疲れたので、ラーメン食べて近くの旅館に泊まることにしました。ラーメンめっちゃ美味しかったです。この日は弟子屈町にある小さな旅館に泊まることにしました。欲望に任せた旅は最高ですね。しっかり疲れを取りますね。宿から車で20分の場所に世界で最も透明度が高いマシューコという湖があるので行ってみることにしました。早朝は霧がかかっていて湖が見れるのか不安ですが、とりあえず向かってみますね。山頂付近に来ると霧は晴れていて、なんと雲海が見れましたよ。ずっと見たかった雲海がマシューコで見れるなんて思ってもいませんでした。これはラッキーですね。雲海のマシューコも幻想的で綺麗でしたが、綺麗な湖畔も見たいので朝ごはん食べてからまた行ってみることにしました。旅館の朝ごはんめっちゃ美味しかったですよ。だんだんと晴れてきたのでもう一度マシューコに向かってみます。本日2度目のマシューコは霧が晴れていて湖畔が見れましたよ。いろんな姿のマシューコを見ることができて大満足です。いやー、仕事頑張ってきてよかった。ということで、これから名付半島に行って尻羽岬に向かいます。本日の走行予定距離は約250キロです。野付半島は全長28キロにもなる細長い半島だそうですよ。様々な生物が存在していて、鳥獣保護区にも指定されているそうですよ。海沿いに続く道をひたすら走るのはとても気持ちよかったです。とりあえず車で行けるところまで行ってみました。野付半島ネイチャーセンターによってめっちゃうまそうなカレーとスープを買いました。明日はキャンプをする予定なのでその時食べてみますね。これから尻羽岬に向かいますね。尻羽岬までは海沿いの道をひたすらと走ります。信号もないので気持ちよく走れましたよ。尻羽岬に着きました。岬から見下ろす太平洋はとても綺麗でした。この絶景をドローンの映像に収めてきますね。今日は釧路のネカフェで泊まることにしました。北海道ならではの景色を映像に収められて満足です。
今日はキャンプ場でまったりしようと思います。北海道の自然に囲まれて癒されてきますね。近くに更別カントリーパークというキャンプ場があったので早速行ってみました。キャンプ場は家族連れが多く、とても綺麗なので安心して利用できそうですよ。近くにサーキットがあるみたいでいい音が聞こえてきますね。乾杯。美味しい。今日のご飯は野付半島で買ったカレーと焼き鳥です。ここからはひたすら趣味の時間です。夜はかなり冷え込んだのでジムニーの車内で寝ました。朝起きると青空が広がっていましたよ。なんだかいいことありそうですね。朝ごはんは野付半島で買ったポテトスープとウインナーです。美味しい。あっく。いやー、設備が綺麗でとてもいいキャンプ場でした。また夏に寄りたいです。今日は夕張市にある教習所の廃墟に行って、その後札幌まで行きます。走行距離は260キロです。夕張市は2006年に財政破綻してしまったそうですよ。1960年には11万人余りいた人口も今は7000人ほどになってしまったそうですよ。確かに街は閑散としていました。教習所跡に着きました。数年前までは廃墟だったそうなんですけど、今は土地が買い取られているようでした。廃墟コースはリノベーションされていて、サーキットコースに生まれ変わってました。買い取ったオーナーさんがリノベーションをしているようです。教習所のコースはほとんどそのまま残っていて、S 字やクランク、坂道など懐かしいコースがたくさんありましたよ。こうして歩いてみると不思議な感じがします。ちなみに私は S 字がトラウマです。このコースは持ち込みの車で走れてレンタルもできるそうですよ。せっかくの機会なのでスバルのインプレッサーをレンタルして走らせてもらいました。地元の人の遊び場になっていて温かく迎え入れてもらえたのでとても嬉しかったです。この後は適当な温泉に入って札幌のおばあちゃんの家に泊めてもらいました。おばあちゃんと札幌の美味しいお寿司も食べましたよ。もちろん札幌ラーメンも食べてきましたよ。ここのラーメン屋さんはゆで卵食べ放題なんですよ。いただきます。
本場の味噌ラーメンめっちゃ美味しかったです。いよいよ旅も終盤です。今日は札幌から函館に行って、そこからフェリーで青森に行って福島まで行きます。距離にして700キロなのでマジで気合い入れていきますね。函館までは綺麗な海を眺めながら走れるのでテンション上がりました。フェリー乗り場に着きました。ここから青森まで4時間、青森から福島まで5時間半です。これ大変ですね。残りの運転に備えてフェリーでしっかり寝ておきます。青森に着きました。フェリーでしっかり寝てたので残り430キロの運転頑張りますよ。福島までは特に眠気もなく走れました。さすがにビジネスホテルに泊まりました。最後にずっと行きたかった魔女の瞳というカルデラ湖に行こうとしたんですけど、風が強すぎて登山素人には厳しそうだったので諦めました。今回の北海道旅で食べ過ぎて2キロ太ったので、運動がてらずっとやりたかったサバゲーをして帰りました。私以外のお客さんがいなかったので貸し切りで店員さんと遊びました。めっちゃ楽しかったので、これは新しい趣味になりそうですね。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。今回北海道があまりにも良かったので、また夏に行くことにしました。数ヶ月間貯金が尽きるまでは仕事から離れて自由に旅するので、投稿頻度も上げられそうです。これからは日本全国の素敵な景色をお届けしますので、よかったらチャンネル登録お願いします。じゃあまたねー。